こんにちは、あっさんです。今回は最後の床をめくってしまいます。まずは1枚目の床をめくるのですが、引っかかりがないので困っています。しまいには電の子とドリルを使って1枚目をなんとかめくりました。あとはいつものようにどんどんめくっていきます。GoPro 5を僕は使ってるのですけど、ちょっと三脚持ってないのでこんな感じです。ミニ脚立みたいなのに乗せてるんですけど、すぐ倒れます。すみません。気をつけます。今回が最後の床をめくる作業になるので、そうすると足場と作業場に困ってしまいます。ですので後半はペケ台と呼ばれる作業台と丸ノコガイドを手作りしたいと思います。ここはもともと畳を敷いてた部屋ですね。和室です。下がバラ板でしたので、下の根太があるところが結構分かりやすいので、電の子でざっと切ってしまってます。でもこれでようやく取り出すとか撤去するとか減らすみたいな作業が終わります。あとはもう足していくのみですね。でもこれ室内のみです。屋外はまだ小屋とかありますので、植木とかもどんどん切っていく作業に移っていきたいと思います。ではここで、ペケ台を作っていきたいと思います。必要なものはまずこの断熱材の、スタイロフォームというものですね。作業台の天板の上に置いて、このスタイロフォームの上に着るものを乗せて、刃を調整してで、こうスタイルフォームごと薄く切るみたいな感じですかね。そしてクランプ2つ、これは物をこう挟んで固定するものですね。でメジャー、スケールと呼ばれるものです。で丸ノコ、電ノコですね。なるべく軽いものがいいですね。次はネジですね。これは 12mm の合板2つを、重ねますので 24mm 以下のものを選んでください。で差し金、これは垂直に、物を線を引くときに使います。で DIY に欠かせないこのインパクトドライバーでノコギリ、あと木工用ボンドですねを使います。まずはホームセンターに行って厚さ 12mm の合板を2枚買います。ホームセンターでワンカット50円で切ってくれますので、900のところでカットしてもらい、同じ板を4枚作ります。クランプで留めるときにちょっと高さが必要ですので、端材を3本持ってきました。今からは丸ノコガイドを作っていきたいと思います。この端材といいますか、端っこの2枚を使います。刃からこのスライドさせる当てるところまでの距離を、印をつけて、これで、先ほどの差し金で直角に線を引いていき、90mm にカットしてもらったこの持ち手の部分、持ち手というか、スライドさせる部分ですねを取り付けます。で木工用ボンドで留めた後、クランプできっちり固定をし、少し間を空けておきます。この時も刃からスライドさせる部分までの距離をきっちり測って問題ないかどうか、安全カバーを外した状態で刃が当たっているかどうかっていうのを確認して、もうこれすでにちょっとネジを止めたんですけれども、これで丸ノコガイドの出来上がりです。僕は丸ノコがもう1個あって、そっちの方の、が大きいので、もう1個はちょっと、使わずに小さい方で作業していきます。で 90mm の板ですね、まず2枚ずつ作るというのがポイントです。で真ん中に電ノコで、穴を開けて、ちょうど真ん中のところに切り込みを入れていきます。
で丸ノコで最後までいかないところはノコ切りで切ります。でこれもまた中心を測って印を入れて、もう一方の方ですね、また真ん中に穴を開けて、また丸ノコガイドでスライドさせて切っていきます。ここの真ん中の切り込みは必ず 13mm になるようにしないといけません。実は僕この時間違って 12mm きっちりしているので1回目入りません。そりゃそうですよね。 12mm のところにきっちり入らないですよね。入ったとしても抜けないですよね。で次は何をしてるかというと、足の部分ですね。足がまっすぐなってるとちょっとぐらつくというかガタつくんですね。やっぱり点で止まる方が、4点の点で止まる方がきっちり固定しますので、端っこの12センチのところを開けて、そこから高さは150ミリ、要は15センチのところまで切っています。でこれで片方は完成ですね。もう一個の方は逆側ですね。要はこの切り込みが入ったところが足になりますので、これをまたその端から12センチのところで、高さは15センチのところに合わせて、これまたクランプで留めて丸ノコで沿って切っていきます。ざっと丸ノコでいってもいいのですが、やはりいろんなところに切り込みが入ると強度が下がるので、最後はノコ切りできれいに留めました。これですね、やっぱり12センチのところ、12ミリのところ入らないですよね。後から微調整してうまく入るようにしました。次回はですね、シロアリの薬剤を自分たちで木材に塗っていきたいと思います。であとこの家は断熱材が全く入っていない、もう極寒の家でしたので、断熱材を入れていきたいと思います。ペケ台もうまく完成することができました。ではまた。